さんこんにちは。こんにちは。私たちは今京都府京丹後市にあります天気村オートキャンプ場にやってきております。私は今すっごくどうしようか迷っています。画面からも伝わるように風が吹いており、天気もあまり良くない。今日は天気が良くなりそうだからテントも張ろう。明日の朝まで天気も持ちそうだからテントを張ろう。天気村だけになんだか天気にすごく悩まされてるわけなんです。そして何を悩んでるかってそうテントを張るかどうか、とりあえず机と椅子を出して検討しようということで今検討している最中です。テントを張らなくていいやって思っても普通に寒いんですよ。風よけがない。どうしようっていうところもある。はい、それでは皆さん決まりました。私たちはテントを張らず車をうまい感じに動かして風よけにしつつキャンプを楽しむという結論に至りました。今回はアミさんがいっぱいメニューも考えてくれていますのでキャンプ飯が楽しみです。今日はりょうくんの焙煎コーナーも入っておりますのでどうぞ最後まで見ていただけたら嬉しいです。今回はよろしくお願いします。から見えるやろ。結局このスタイルにします。わけのわからないスタイルになりました。後ろはガラ空きだしテント張れよっていうようなスペース開けてさ、何なのこれ。そしたらほら置く場所が2段階になった。すごいかっこいい。かっこいいね。なんかこれでいいじゃん。ここからこうさお酒取ってこうやってこれだけ空いています。何なのでしょうかこの空間は。しかも電源もあんなに遠いし電源も全然引っ張れないしはい、緊急事態が発生いたしましてインプットされては消えを繰り返していたんですけど、なんと設定ができるということを今気づいたので電力が足りないんだと思う。点滅表示されたと。知らないことって世の中いっぱい。800ワットできたんだ。知らなかった。ああよかったよかった。充電されんどうしようって思ったんや。危な。これ一番早いの1500ワットやからね。外やば早い。だって家庭用の時めっちゃあれよ、鼻息すごいもん。ボーって言ってるもん。鼻息ではないけどサバちゃんの鼻息でめっちゃでかい。ああよかったよかった。キャンプ場の電源を壊すとこだった。自分たちのサイトがこちらです。電源サイトは7つ、7箇所あって、その目の前に川があってそこにフリーサイトが結構いっぱい。今は冬季なのであっち側は今閉めてるって言ってたっけ。そうだね。内側のトイレは使えないので道の駅のトイレを使ってくださいって言われました。ここが水池と。今の時期は管理棟はちゃんとあるんだけど自分ら平日だったから道の駅で受付してくださいってサイトの方に書いてあったので道の駅で受付したら丁寧にご説明していただいて入ってきました。このサイトはここ。一番ここだけ AC の付きで、あとはもう全部。フリーサイトになってる。で、ここの丹後温泉の割引券が領収書で見せたら50円割引になるってことと、今の時期は冬季の時期に2人で2000円やわ、で電源が500円、総額2500円で燃えるゴミの袋とペットボトル完備の袋もらえるのでそれは無料でした。夏はちょっと料金がアップします。4000円ぐらいでキャンプ場って感じの水だけの、めっちゃ寒そうやな。水でもあったかいかも。吹き抜けてないからあったかい。これに包まれただけでだいぶ寒さ感じする。で隣にゴミ捨て場があります。可燃ゴミと不燃ゴミに分けております。トイレ行くか。トイレに行きましょう。そこからもう歩いてすぐのところにあります。カモちゃんがいるんだよね。カモちゃん近づいたら飛んじゃうよね。有名だよ。警戒してる行かないでー。飛ばないでー近づいてるだけに。わー。行ってしまった。ゆるいな。ちなみにそこの道から入ってくる。ここがね。
から入ってきました。でも道の駅がすぐ来た。道の駅自体は綺麗だったかな。すごく木の匂いがしていいね。ご飯も食べられて、キャンプ場に Wi-Fi はなくって、道の駅のフリー Wi-Fi のみです。ここが道の駅です。ここで受付をしてからキャンプ場に本日の立ち寄りをしました。トイレはすごく綺麗です。ここを使います。ここがペット同伴サイトになってるんですけども、これ幕はなってます。こちらの材料を使って辛さを抑えめなラッポッキを作っていきたいと思います。ポッキーってなんだっけ？何回か作ったと思うけど、ラーメンの汁を吸いまくったようなやつ。なんか思い出したかも。これ市販のやつとかでも売ってるやん、スーパーとかラッポッキとか。で、これ辛いから、今回はロゼトッポッキってあるんだけど、カットトマト缶と豆乳を使ってちょっと辛さを抑えたメニューに挑戦してみたいと思います。そしてこちら謎の物体がございますが、こちらが気になる方はショート動画も見てください。400。水400。ありがとうね。ありがとうございます。すでに美味しそう。なんかトマトとそのコチュジャンの辛めの香りがめっちゃいい匂いだね。ねすでに美味しそう。それにしても寒い今日。なんで火が照らんの？天気予報。一瞬しかよ火入る。くんが昨日わざわざ今日は天気も回復して風も止むんだって明日の朝まで持つらしいよって言ってたから全然当たらんよ。全くやな。ビール飲みたいわ、この匂い嗅いでたら。もう飲む。飲みたいね。でも最初にこれ食べて、うわ、辛になったら辛いとは思う。ちょいしてから出す。まあ辛さをね、コチュジャンとかで調整したりできるのいいなって思う、韓国料理とか。ああ、そうや。味の濃さとかよりもその辛みを足せばより辛くなるしみたいな。こいつ謎の物体がなかなかインパクトあるね。こうやって美味しそうでしょ。でもなんかぷよぷよしてうんプニプニしてて絶対美味しいと思う。これうまいよ一回作ってみたかったんだこれ。あとは水分飛ばして分離しちゃうから最後にこれを入れる。韓国のはロゼトッポッキはおそらく生クリームで作るんじゃないかなって思うんだけど、ちょっとこってりしすぎてるしレシピをいろいろ組み合わせて考案しました。素晴らしいです。美味しいかどうかはそれがレシピですから、真似だけじゃなくてアレンジしてるの素晴らしい。でもいい感じになってきたので、そろそろ豆乳を投入します。豆乳を投入しますか。いざ投入。豆乳。わあ。まああれ先に食べるって話じゃなかったっけ？おー。まあ先に食べるって話だっもたじゃないか。ちろん食べるよ。食べてから飲むんでしょ。いただきまいただす。きます。ちょっと帽子かぶろう。寒すぎ。いただきます。うわー。全然違う。これつけるだけで。全然違うよね。だから絶対うまいに決まってる。次しましょうか。いいんですか。なんか私ビールを開けしましょうか。お次しましょうかじゃないの。告げるものがないです。もうこのものだからさ。家で作った時はめっちゃ辛かった覚えはある。辛ラーメン単体で砂糖は入れるんだけど、辛いよね。辛ラーメンの何が美味しいかってこの麺が若干もちもちしてるのが美味しい。結構煮込まないとここまでならんけど。そうやね。いざゆかん。ありがとうございます。うまいんだけど。うま。これめっちゃうまい。
まあ、で、辛いけ辛ど、いけど、トマトの酸味で還元されてるっていうか、ちょうどいい。うまい。全然豆乳も感じさせなくて、うん。そしてこの謎のこいつね。もうチーズが溢れ出しております。うおーうまい。やば、うんま。これ超うまい。マジで。正解はトッポキです。チーズトッポキ。アイスペーパーでチうんうんーズトッポキを作ったんだけど、最高にうまい。うまい。うん生春巻きとかは食べたことあるけど、このアイスペーパーをくるくるお団子みたいにすることで、もっちもちになるってことや。まあ、本来のトッポギよりもさらにもちもちで、うん。このチーズともう抜群に合う。うわあ、これ超いいじゃん。うん。超美味しいわ。あなたはやばすぎる食べ物を作ってしまったと思います。これうますぎる。うん、これはいい。トマトと豆乳入れるの。牛乳でもいいんだけど、我慢できるよね。もう今なら、ってなってるけど、全然いける。私たちぐらいの辛さに耐性があれば。うん。これはビールっすね。それでは、これがね、口が、鼻水が口と鼻水が。溢れ出る。では、これがキャンプの醍醐味と言って構いませんよね。昼から乾杯。うん。あーめっちゃ合うわ、これ。やば。ちょっと冷めるとトマトの風味がよくわかるかも。うん。でもうこれ、また作ってって言いたい、すぐ。こんぐらいうまい。車中泊の中では無理。キャンプの時じゃないと無理か。鍋がもう終わる。お次しますよ。寒すぎます。どうもどうも。おお、しっかり辛い上に、そのトッポギさんは3つずつで3す。枚、3本ずつ。私さ、看護師してる時にさ、それこそそういう韓国の辛いのとかめっちゃ見てたんよ。うん。で、満たされてて、カルディとかに売ってるわけよ。うん。こういう韓国の辛い食べ物とかが。で、めっちゃ食べてた。一人で食べた。一人でトッポギとか食べてたよ。実は。看護師してる時代、1年間は一緒に住まんかったもんね。住んでない。うん。その時に食ってたんや。しれっと食ってたけど。ごちそうさまでした。美味しかった。ペロッと食べちゃいました。酒も飲んだんですけど、寒いので、そろそろコーヒー飲みませんか。これ片付けて、うん。じゃあ、りょうくんのあのコーナーを、初めてのコーナーをやっていきたいと思いますか。とりあえず、初心者なりにさせていただきます。焙煎始めていきますけど、そもそもなんでこの焙煎機が手に入ったかというと、ラジオの方では詳しくお話ししてるんですけど、たまたま行った三重県にある水俣コーヒーっていうコーヒー店がありますけど、そこの店主さんといろいろお話ししてるうちに自分たちもコーヒー店をいつかやりたいと思って旅してるんだって話した時に、そこで使ってない焙煎機があるからあげるよっていう風に言っていただきまして、何回かしか使ってない立派なものなんだよね。十分使えるし、すごく、いいやつだからって言いながらも、それを僕らが結局いただくことになりまして、そちらを使って焙煎するのはもうめちゃくちゃ先になるだろうなって思ってたんですけど、これで遊びでいいからやってみてっていう風に言っていただいて、こちらをいただきました。実はもう一回和歌山のキャンプ場で焙煎したことはあるんですけど、その様子、本当に雰囲気だけやったらインスタグラムにリールで投稿してるので、ぜひ見てみてください。なので今日は2回目ということで、なんとなく流れはもう分かってるんだろうけど、ネットで調べた情報通りにやるだけだから、成功かどうかもわからないんですけど、それでやっていきたいと思います。これが焙煎機で、この中にくるくる回るやつがあって、これ電気式なので、コンセントにさせて使います。これは温度計、この中の温度がわかるようにするやつです。そしてこれはコーヒー豆を入れるやつ。生豆もね、またコーヒーさんにいただいてね、あ、そうそう。緑色の豆。これが水俣コーヒーさんのやつなんですけど、見たことない人もきっといると思う。そうだよね。コーヒーの生豆って実はこの緑色していて、普通のコーヒー豆って結構膨らんでるけど、まだちょっと小さめの粒って言えばいいのかな。これはお店とかでは選別してからいいものを使うっていうことで、このコーヒー豆自体は水俣コーヒーさんがこだわって農園から直接手に入れてるルワンダの豆をいただきましたので、めちゃくちゃいいスペシャルティーコーヒーです。こ
ちらを使わせていただきます。今日はどれくらいの加減を持って煮ていくのですか？中入りを目指してやっていこうかなと思う。ミディアムローストで。これコンセントにさせたらもう中がぐるぐる回って、手で回すやつとかもあったりするけど、これも電動でできます。最初になんか余熱を220度にしないといけないらしくて、それまでちょっとこの中を余熱して220度にしてから一旦火を止めて150度ぐらいになってから豆を入れてローストしていくっていう流れらしい。最初俺これからかなぐらいめっちゃでかいやつでしょ。まさかの電動ですごくいいやつだったから、すごいよね。実際にやっていくとしては時間計りながらやるんだけど、豆の様子見ながらやっていくということで、今150度ぐらいになったんで豆入れていきます。もう豆入れるから一気に温度は下がるだろう。これが豆のそれで温度を見ながら調整していくんだけど、約5分ぐらいはなんか最初に蒸らして豆を、そして水抜きっていうのをしないといけないらしくて、豆の中の水分を取るらしい。最初160度ぐらいをめどにやっていこうかな。5分間ぐらいはこんな感じだ。1回目やった時はね、なぜか知らないけどうまくいったんだよ。ぜひ三重県に行った時は山の中ですけどすごくいいお店で、もうご家族で経営されてるんですけど、すごく温かい人たちなので皆さんにも行っていただきたいです。水俣コーヒー。5分経ったのでこれからもう本当に調整しながら細かく進めていくけど、緑色の豆がちょっとずつ茶色くなり始めてるんだけど、この時が糖とタンパク質が化学反応を起こしてるらしくて、メラノイジンっていうのができるメイラード反応っていうのが起きてるらしい。その時にちょっと旨味が強くなったり茶色になったりする反応が起きてるらしい。なんか今ちょっと甘い匂いだよね。香ばしい。いい匂い。アロマっぽい匂い。温度を上げていきます。6分台に入ったんで、6分から7分の間で180度をめどでやっていくっていうので、今時間がやばい、6分30秒になっちゃってる。次はカラメル化っていうのが起きていくらしいんだけど、それこそ色がつき始めるんだろうね。で、一気に200度まで上がっていきます。ただ加水分解っていうのが起きるらしくて、酸味が増していくって言ってたかな。ちなみに今の豆の状態こんな。まあこれ外に出しておくとまた温度が下がるんです。バキセンって忙しいんですね。忙しいんですね。ここからさらに温度を上げていって225度にしていきます。本当タイマーとこっちとの勝負みたいな。だいぶ豆が茶色くなり始めて、だいぶ豆が膨らんできた。ほら、だいぶ豆に近づいてきたよ。膨らんできてる、少しずつ。焙煎しながらいいよね、なんか。ああ、結構煙出てる。煙出るよね。家の中でやるとすごいことになるって、水俣コーヒーの方、パチパチ音が鳴り始めたのが、1ハゼっていうらしくて。外れてる。ハゼ始めてる。ちょっとずつ温度を下げていきます。ここから一気になんか焦げちゃうらしいから温度下げ、火力を下げていく。あとに冷却器っていうのに入れないといけないみたいなんだけど。コントラストが可愛い。浅いのとこれもうちょっと回せることができないからもう含んでます。前回は本当にちょっとだったけど今回山盛りやね。ちょっと前回より多かったね。100g どこじゃないかも。150ぐらいあるかも。針がないからね。いや、こんなに膨らんだんだよ。これの多分半分ぐらいの傘やったよ。そうだね。ここから選別とかしていくわけだよね。最初に。いや、もう先に選別してる。先に選別してあるんや。今回はしてないけどね。豆のいい悪いを選別するんだって。生豆の状態でやるんだ。まあまだ熱いけど。食べてみる。2種類食べてみたらなんか黒っぽいのと。わー、すごい。じゃあ黒っぽいの食べて。かわいい。綺麗。
ああ、ちょっとやっぱ、入りすぎたかも。と、薄い色の方はちょうどいいぐらいやったけど、もう一個の黒っぽいのは、こんなムラできちゃいけないんだろうけど、黒っぽいのはだいぶ苦いもん。うん。まあコーヒー豆って食べるもんじゃないですけど。苦味の加減が違う。もしかしたら1階に、ああ、でも違うか。だいぶ違うよね。気持ちいいね。なんかいいね。気持ちいい。これってもう何深入りを超えてる焦げってことかな。深入り超えてる。るね、これは。これガン焦げグロだよ。てるんやね。めっちゃ真っ黒のもある。量が多かったんかな。ちょうどいいのもあるんだと思うけどね。いや、こんぐらいが多分中入りってしてはちょうどいいはず。うん。ブロックには普通入れないですけど、出来具合としてはこんな感じです。これでコーヒー入れていきたいと思います。だいぶムラができて、ちょっと、中深入りっぽく見えちゃうな。聞いた時も軽いからやっぱ深入りっぽくなって。おー、いっぱいガスが出てくる、新しいから。すごい膨らむよ。ガスがすごい発生して。マフィンみたいになってる。これはもうゆっくり、今回はやっていきます。おいよ。ありがとうございます。どうぞ。ああ。ルワンダの酸味が消えてる。さっきかじった時の味だ。ああ、苦い。深入りになっちゃってる。苦味が強いルワンダになっちゃった。中入り目指したら深入りになっちゃった。中深入りから深入りになっちゃった。酸味が分解されちゃったのかな。最後。じゃあ美味しい。美味しいけど美味しいのは変わらない。変わるんだね。全然違うね。うん。不思議ですね。ちゃんと面白いですね水俣コーヒーさんで買ったルワンダのコーヒーもありますので、確かに。そちらを美味しく飲みたいと思います。When my head is full of questions and the sky is full of rain, when I'm worrying about what I can't change, I take a look at my reflection and try to make a funny face, and for a second all my sorrows melt away, 'cause if we just smile. 光が暗くなってきましたが、はい、夜の部開催していきたいと思います。とにかくここは寒いです。空水出てくる。そして、来るときに、道の駅で買いました。与謝野の与謝娘です。あ、そういうこと？与謝野市。で、もう一個、地酒が、道の駅で買ったんですけど、なんかランキングでこっちが2位だったので。わあ、これすごい匂いが。大丈夫？鼻が。結構しっかり梅酒。先にいただいていいですか？あ、そのままどうぞ飲んでください。あいいよいいよ。いいですか？飲め飲め。こっちをちゃんと継ぐから。おお。梅酒。いや、ジュースっぽいと思ってたの3%だし。だけど、梅酒のスパークリングみたいな感じ。こっちは、香典というお酒を買いました。しっかりお酒の感じもある。梅酒好きだもんね。でもこれ、梅酒ってわけじゃないやろ。あ、違う。日本酒っぽい感じの。爽やかだ。とりあえず、先に温まろうと思って、お昼の残りのトマト缶の残りを使って、トマト版のミルフィーユ鍋を作っていきたいと思います。トマト版ミルフィーユ鍋。はい。なんだそれは。なんだそれはっていうかそのまんまです。あ、寒いことで。これ全部は使わなくてもいいぐらいかな。まあ全部食べれるよ。全然。あ、そう ?3 品あるんだよ、今から。白菜でしょ？いくらでも食べれるよ、白菜は。寒いね。全然今日一日暖かくなかった。
失礼しました。お昼の残りの半額大量顔なしウインナーもあるし、玉ねぎもあるから、次はそっちを入れる。やっぱまだキャンプするには早いかな。寒いってこと？寒いよな。テントがあればもっとテントをさ、張りたいのよ、そもそも。張るべきなんでしょうけど。張れないじゃん、だって。こんな、ここまで乾燥してたらテントも乾いてた可能性はあるけど、太陽がその山から出てくるまでにめっちゃ時間かかるところもあったりとかしてさ、全然乾かないやん、テント。でチェックアウトが、ここそもそもチェックインが11時でめっちゃ早くて、チェックアウトが10時だから約1日入れるんですけど、この、そうね、10時はまださすがに乾かんと思うけどね。まだな気がするんだよね、経験上は。いただきます。コンソメだけだから薄い？いや、トマトのしっかり味がして優しい味って感じ。ライスペーパーが残ってるので、こちらを使って餃子を作っていきます。餃子意外とライスペーパー一枚一枚浸すのが大変ってことやから。意外と時間かかるね。そして1枚ずつじゃないとくっついちゃうっていうので、ちょっと効率的には悪い。ライスペーパーと昼の残りのチーズと鶏のささみ大葉でやっていきます。ありがとう。ありがとうございます。ひっつくから要注意や。よし。へい。そう、めっちゃチーズの香りが。匂いだ。こちらのアルミホイルを使って蒸し焼きにしてください。なるほど。やってください。OK です。こんなもんで OK ですよ。このお酒も開けときますか。あ、香典。最後のお酒。では、いただきます。いきます。あら、飲みやすい。なんかこれお水かってぐらいまで吸って入ってくる。わかる。わかる。そのお水かって感じだった、今私も。ポン酢でいただきます。うわぁ、トロトロや。熱いよ、絶対。うま。ささみと合う。もちもち感もあるけど、香ばしくてチーズ春巻きっぽい。水餃子にした時の餃子のプルモチ感が焼きでも実現できてるって感じです。ああ、その食感はいい正しい。うん。今日の料理全部当たりなんだけど、今のところ。いよいよラストの時間。こちら、ネギとこの余った豚バラを使ってこのまま焼く。このまま焼く。なんかで見た。ここに切れ目めっちゃ入れてる料理人さんのやつを見かけたけどもういいや。あちょー。国産山田錦 100% 使用っていう京都の地酒なんですけど、14度あるのに。スッ、14度あんの？そう。全然わかんなかった。スッて入ってくる。酒苦手な人でも日本酒始めますって言われたらこれから始めてって言っていいぐらい。そうまで言う。奈良のお酒もすごい好きだったんだけど、うん。これは本当誰でも飲めるわっていう、お酒感ない本当にぐるぐる巻き。すごいね。なんかこんなの屋台で売ってたらめっちゃ売れるそうな気するわ。このまま焼くのこれ。これにしたわ。塩コショウ少々。少々塩コショウ。塩コショウの量だからだいぶ太くね。アスパラのなんかね、やばい、違うとこにいっぱい舞ってるじゃん。横から仕方ないでしょ、風で吹いてんだから。だいぶ肉見た目のインパクトやばい。見た目はすごい。あれなんか現れてるネギが。やだー、揚げてる。とんでもないものが出来上がりまして。いただきます。肉巻きネギですね。あ、熱い。おお、これはビールですな。
今日はもう食べてばっかりでしたけども、はい。動画的にははい。ゆっくり食べて、明日の朝はまたゆっくりしたいと思っております。では、おやすみなさい。おやすみなさい。It's my birthday. I thought you might have called just to see how I've been, but you don't call no more. Ooh. おはようございます。おはようございます。朝になりました。見ての通り今日もすごく暗いような天気になってます。雨は降ってないんやけど寒いです。車内が5度だったので、外が3度 ?4 度くらい。どうなんでしょうね。それぐらい、わかんないねとりあえず寒いです、僕らにとっては。寒いので早速朝食にしていきたいと思います。今日はこちらのシルクを作ります。ちゃんと容器温めたかい？いや、温めてないわ。お茶の基本だよ。こんのだけやったの。なんで？なんて下手な。粉で作ってみたんですけど、思った以上に粉っぽいです。これぐらいの量のやつってつぶあんこしあんのやつは売ってないやん。で自分で小豆からだと時間かかるやん。うん。ということでこれにしてみたんですが、粉はあんまりだいぶパウダー感がある。ね残る。煮詰めたは煮詰めたけど、このキャンプ場すごく静かで、トイレはちょっと道の駅の方しか使えないから遠いっちゃあるけ向こう側のど、方はね、ちょっとも古かった。う公園っぽいトイレではあったかな。道の駅のトイレはかなり綺麗やし。それでは、いただきます。粉っぽい。粉感がだいぶ残るな。でも温まりますね。もうちょっと食べたら健在にはなる。なる。でもスーパーも近くにあったからよかったね。しかも品揃えのしっかり多めの。バザールっていうスーパー。うん。こっち側にしかないっぽいらしいけどね。今からテント片付けろって言われたらもうやる気出なかったもん。乾かんかったね、確実に。うん。たまにはこういうキャンプもあっていいんじゃないでしょうか。結果的にそう。車中泊キャンプの原点じゃない。青空キャンプやけどね。うん。ほぼそうそう。ありがとうございました。ました。道の駅の中に来てます。アンケートに答えるとこちらのコーヒーが1杯無料ということで、今回のキャンプは景色よりも食べ物メインのキャンプになったと思いますけども、寒い中でしたけど静かにゆっくりキャンプを楽しむことができました。もう少し暖かくなってからがキャンプはいいなというふうにちょっと思いました。そうですね。ちょっと寒すぎたかなと思います。次のキャンプがまたいつになるか分かりませんけど、それを楽しみにまた旅も続けていきたいと思います。はい。私たちの動画が少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。さよなら。こちらの材料を使ってお昼ご飯を作っていきます。でこちらの材料を使って辛さを抑えめなラッポッキを作